という名に聞き覚えがあったり、説法で有名になった人だということはほとんどの人が知っています。しかし彼の教えが長い間世界中の人々に影響を与えてきた人物である割には、彼が一体どういう人物であり、何を説き、なぜその教えを説いたのかを知っている人はあまりいません。紀元前6世紀の中国は混乱の真っ只中にあり、権力のために国々は果てしない戦いを繰り返し、君主は頻繁に暗殺され、時には自らの親族にさえも殺められる時代でした。孔子は仁と礼について教えを説き、その教えを通して中国の偉大なる哲学者の一人となったのです。高貴な家系の父のもとに生まれながらも、幼い頃から貧しい環境に育ち、早くに父を亡くした孔子が作り上げた思想は、やがて苦悩する一般民衆にとって生涯の心の支えとなりました。牛飼いや穀物蔵の帳簿係、その他の半端仕事などで、母親と障害を持つ弟を何とか支えながらも、裕福な友人の助けによって孔子は王朝の書庫で学ぶことができ、独自の世界観を養うことができたのです。古代文書を過去の無意味な遺物とみなす人もいますが、孔子は古代文書に駆り立てられたのでした。学問と思考を重ねていく中で、人の人格は家庭の中で、そして儀式や文学、そして歴史などの教育によって形成されていくということを信じるようになりました。そのようにして育った人は、周りの人間を助けるために働き、力ずくではなく道義で周りを導いていきます。自らの哲学を実践していくために、孔子は自身の故郷である魯国で君主の補佐となりました。しかし他国が魯国の君主に贈り物として踊り子を送ると、君主が踊り子にうつつを抜かし、務めをおろそかにしたため、孔子は失意のうちに職を辞しました。その後の数年間、孔子は国から国へと旅を続け、自らの思想を固く貫きながら仕えるに値する君主を探し続けたのです。それは簡単なことではありませんでした。孔子は自分の哲学に従い、当時の常識にもかかわらず、懲罰や軍事力で国を支配するべきではないと君主たちに説きました。優れた君主は道義的な美徳の仁によって、おのずと人々を奮起させることで自分に追従させることができると確信していたからです。また孔子は、家庭内で培われる愛と尊敬が他すべての美徳の基本であり、家族への個人的な義務は時には国家への義務より優先されるべきものだと信じていました。ある男が羊を盗んだ時、その息子が父親に対して不利になる証言をするほどまでに自分の親民は高潔であるとある君主が自慢すると、孔子は君主に対し、本当に高潔な父と息子であれば互いを守り抜くであろうと伝えました。旅の途中では孔子は餓死寸前だったこともあれば、しばらく収監されたこともあり、何度も死の危機に遭いました。それでも彼は卑屈にはなりませんでした。天のおぼし飯を心から信じていました。そして徳ある者は常に学問と音楽に喜びを見出すことができると説きました。望んでいたような君主に出会うこともなく、孔子は魯国に戻り、教師となるとともに哲学者となり、多くの人々に影響を与え、中国の文化を形作るために貢献しました。そういった理由で今も孔子の名が世界中で知られています。弟子たちにとって孔子は自らの徳をもって他を導くことのできる英知の化身であったため、孔子の教えを記録し続けました。後にその記録が論語として知られる一冊の書物にまとめられたのです。今日世界中の何百万という人々が孔子の教えを支持し、彼の教義の正確な意味合いについて1000年以上も論議されていますが、簡潔な言葉でその教えを要約するよう言われた時、孔子自身がこう言ったそうです。己が望まぬことを他にしてはいけないと。2500年経った今でも、それは人間にとっての本質的な導きと言えます。テッドエドは可能な限り多くの言語で質の高い教育コンテンツをできるだけ多くの人々に無料でお届けできるよう努めています。ペイトリオンに寄付して非営利団体の私たちの活動を支援してください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。